皆さんこんにちは。絵本作家の利根里江です。今回私の作った絵本ペンギン家族のお引っ越しが SDGs のリストに選ばれたと聞いて驚きとともにとても嬉しい気持ちでいっぱいです。この絵本はもともと2013年にフランスの小さな出版社から出版されました。その後ありがたいことに日本語も含めいろいろな言語に翻訳されています。この絵を描いてからすでに10年近く経過していますが、絵本とは何年経っても色あせることがないんだなとしみじみ感じています。また、もともと環境問題は興味があった分野なので、こういった形で関わることができて光栄に思っています。最初にアイデアを考えていた時には、環境問題というテーマは特に意識していませんでした。ただ単にペンギンのお話を作ろうと思っていて、ペンギンの家族が理想のお家を探して旅に出るお話を面白おかしく書くのがいいんじゃないかななどと考えていました。でもアイデアを掘り下げていく中で、なぜペンギンたちは理想のお家を探して旅に出ることになったのかということをふと思ったのです。そこで自分の頭の中で環境問題という言葉が頭をよぎりました。ペンギンが旅に出るのは地球温暖化のせいで家を失ってしまったからということを一番に思いついたからです。もちろんこのペンギンたちが住んでいるのは南極なので、実際問題として雪が溶けても大陸は残りますが、それでも環境が変わってしまってはペンギンたちはそこに留まることはできないですよね。環境問題は私が小学生の頃にはすでに深刻な問題として語られていたことです。ただ、それからこの問題が解決されたかというと、イエスとは答えにくい状況なのではないかと思います。もともと環境問題には興味があり、将来絵の仕事をするという夢が叶わなかったら、環境問題に関する何かができればと考えていた時期もありました。なので、絵本作家でありながら環境問題についてこういった形で関わっていくというのも一つの選択肢としてありなのではないかとハッとしました。そんなわけで、ペンギン家族のお話をどういう方向性に持っていくかについて、一緒にプロジェクトを考えていたフランスの出版社に相談しました。環境問題をテーマにした絵本にするか、それともただ単にペンギンのユーモラスな絵本にするか、そして最終的に私たちは環境問題をテーマとする絵本を制作することにしました。絵本の売り上げという点から見たら、ユーモラスな絵本の方が多くの人に手に取ってもらえたかもしれません。でも私たちは環境問題、そして未来の大人たちへメッセージを伝える方を選択しました。私は科学者でもなければ専門的なことを勉強したわけでもありません。ただの絵本作家です。なので環境問題についてそういった専門的な視点から語ることは難しいかもしれません。でもそんなただの絵本作家であるからこそ、世界の子どもたちと絵本を通してつながることができます。もちろん絵本では全ては語ることはできませんが、きっかけを作ることができればと思いました。なので難しいことは省き、子どもたちに分かりやすく地球の現状を伝え、さらに未来に向けてどうしたらいいのか、一人一人が考えてくれるきっかけになればと思ってこの絵本を作りました。これら全ての問題は現在進行形で起こっており、一刻も早く解決していくべきだと思います。個人的にはこういったことをもっと学校で勉強して知りたかったと強く思うんですよね。もちろん学校の授業で教わったり教科書で読んだこともありますが、身近な問題であるはずなのに、どこか他人事のようで読んで終わりといった感じだったことを覚えています。もっと知る機会やもっと興味を持つきっかけがあると良かったのではないかと思っています。なので今の子どもたちにとってこのような明確な目標を示してくれるのはとてもいいことなのではないかと思います。そしてこれらの問題がいかに自分たちの生活とリンクしているのか、また身近なことで何か実践できることはないのかなど、小さい時から自分たちの身の回りで起こっていることと自覚を持って問題に向き合っていくことが重要なのではないかと思います。そうすることで決して他人事では終わらないと思います。
そしてこの理念がもっともっと見えやすい形で、そして身近な形で広がっていってほしいと思っています。未来に進むための選択肢やきっかけを子どもたちにたくさん作ってあげることだと思います。そして興味を持つことの素晴らしさを教えることができればいいのではないでしょうか。学校や家庭では教えきれないことって結構たくさんあると思います。私も絵本や本を読んでこういったことがあるのか、できるのかという発見がいくつもありました。もちろんそれが直接自分の将来につながるとは限りません。それでも興味が生まれると、それについてまた調べたり、何かに挑戦したいと思えたりと可能性が無限に広がっていきます。そういうことの大切さ、楽しさを知ってもらえたら、そこから自分が将来何がしたいのか、実現したいことは何かなど具体的な目標を立てることができるのではないかと思います。計画と言えるようなものは頭の中にはまだないのですが、読んでいて、そして見ていて優しい気持ちになれる絵本を作りたいと思っています。実は私はあまり言葉で自分の思いを表現するのが得意ではありません。このインタビューのお話をいただいた時もお受けしようかどうか結構悩みました。子供の頃も自分から手を挙げて意見を言えるような子では全然なかったんですよね。その分いつも絵を描いていました。言いたいことを言葉にできない分、その思いを絵にしていたという部分もあったと思います。そしてそれは今でもあまり変わっていません。そういった言葉にならない自分の思いを絵で届けることができたらといつも思っています。ですので次回はこれを描くという明確な何かはないのですが、こういったものを描きたい、こういった気持ちを表現したいというぼやっとした何かが頭の中には常にイメージで浮き上がっています。そしてもちろん表現することを通して子どもたちに何かきっかけや興味を持ってくれるメッセージを伝えることができればと思っています。